マルチ今日はですね、アドリブ練習ということで、フレーズ紹介をしていこうかなと思います。はい、ということで、アドリブするにあたってね、フレーズってやっぱ、練習みんなどうですかね、してますか？これしといた方がいいんじゃないかなとも思うんですけど、以前から、チャーリー・パーカーのオムニブックからなんかイケてるフレーズを一応紹介したりとかしたことあるんですけど、今回についてはですね、もうちょっとチャーリー・パーカーじゃなくしました。というのも、もっとね、チャーリー・パーカーとかよりも、なんて言ったら、とかよりもっていうか、っていうか、その、チャーリー・パーカー以外にも、やっぱ、ね、素晴らしいフレーズを吹いてはる人もたくさんいるのでね、こういった方々も紹介していこうかなということで、今回はですね、こちら、ドン、ハンク・モブレーですね、の、リカード・モサノバから、フレーズを一つちょっと拝借させていただきました。それが、こちら、ドンっていうね、やつですね。ちょっと一回ね、聞いてみていただければと思うんですけど、ちなみにこれ、ディッピンっていうアルバムなんですけど、このリカード・モサノバね、入ってるんですけど、これ、ちょっと、聞いといた方がいいアルバムちゃうかなってちょっと思うんですけどね。サックスってなんかね、これ絶対聞いといた方がいいんちゃうかなということで、一旦これをね、一瞬だけ、ちょっと流します。このリカード・モサの1分30秒のところですね。いきますよ。3、はい。はい、これですよ。もう一回。はい、素晴らしいですね。ここをちょっとね、こねくり回してね、こねくり回して、ちょっとこすっていこう、やっていこうかなという、ことですね。じゃあ、このフレーズは、一体、どういうフレーズなのかっていうことなんですけど、このコード進行を書いてますよね。これちょっと私、アルトなんで、アルトの、キーでちょっと書くんですけど、Bm7、フラット5、E7、Am7 のところで、このフレーズが吹かれてるんですね。だからマイナー25の、フレーズとも言えるし、メジャー251でも意外と使えたりするんですけど、ちょっとその話はちょっと後でまたやるとして、この使ってる音なんですけど、これコンディミっていうスケールなんですよ。で、普通のメジャースケールとかじゃないから、結構混乱を招くと思うんですけど、こういったものね、こういうちょっと複雑なスケールって、スケールを覚えるのもありなんですけど、ちょっとフレーズとして覚えちゃった方が手っ取り早いんじゃないかなって、ちょっと思ったりするので、ちょっと今回はね、このね、フレーズをちょっと取り上げてみました。何はともあれ、くちゃくちゃ言ってもしゃあないんで、ちょっと一回吹いてみようかなということで、早速吹いてみましょう。どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。今回は、紹介する、フレーズですね。リカード・ボサノバからハンク・モブレーのね、フレーズ。もうこれは有名っていうか、有名ですよね。もうこのフレーズを、聞くために、この曲聴くみたいなね。そういう節、ちょっとないですかね。ないですかねっていうか、私は結構そういう感じなんですけど。で、このフレーズは、コンディミのスケールのなんか音から作られてるんですよね。コンビネーション、ディミニッシュスケールっていうやつなんですけど、そのスケールをちょっと、ちらっとさらっておくと、こんな感じです。はい、というね、なんとも怪しい響きなんですけれども、こうやって、フレーズを、耳コピとか、するときに、何のスケールからできてるフレーズなんかなとか、この音はなんでこの音使ってんのかなとか、そういうところを、ちょっとじっくり考えてみてもいいんじゃないかなということで、今回はこのコンディミをね、使った、フレーズを、ご紹介、させていただきました。難しいスケールとかの、フレーズって、
まあスケール覚えるのも大事なんですけど、結構もうフレーズで覚えちゃうみたいなのの方が結構楽やったり、まあするんですよね。じゃあ、これがね、フレーズなんですけども、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。タンギングの位置とかもね、しっかりね、こうコピーして、なんていうんですかね、こうマークつけてすることが、これ大事ですね。これセットでね、やっていただかないと、まあそのジャズのニュアンスみたいなところまでは、こう、汲み取れないと思うんで、まあこれはね、よう聞いて、やるしかないですね。ちょっとね、一旦、まあ曲に合わせて、まあちょっと、吹いてみようかなと思います。まあ今のちょっとカラオケでね合わせて、まあ、やっただけなんですけど、これ使えるところがドミナントのねコード、まあドミナントって言われたらちょっとわからないかもしれないですけど、要するにこのなんとかセブンスってなってるところがまあ使える場所なんですよね。で、このフレーズのコード進行って Bm7 フラット5 E7 Am7 なんで、このコード進行の時に早い話使えるわけですよね。そうじゃないですか。だってこのコード進行の時にこのフレーズやってるわけですから。だからマイナー251のフレーズでもあるし、でも、5度7っていうか、このなんとかセブンスって、メジャーの251もこの5度セブンス使ってるわけじゃないですか。だから、メジャー251の時も、まあ使えなくもないんですけど、ちょっとその話になるとね、ちょっとややこしくなってしまうのかなってちょっと思うんですけど、ちょっとね、なんか他の曲でね、他の曲っていうかちょっと違うコード進行とかで、なんか、ちょっと試してみましょうかね。まあちょっと微妙でしたね。なんかいやなんか、なんていうんかな、全体的な、このフレーズの仕上がりみたいなところは若干、なんか、やっぱ前後のフレーズのつながりとかを見て、なんか、いい感じに歌っていくっていうのがまあ大事やとは思うんですけど、まあでもね、これ結構、こうやって、試行錯誤、なんか、じゃあこの曲に今のフレーズちょっと入れてみようとか、なんかそういうことをいろいろ試してみて、で、コード、鳴ってるサウンドと自分の吹いてるメロディーの、この、なんていうかね、響きみたいなところを、こう耳でね、こう感じていくというか、このコード進行で、このコンディミのこのフレーズを吹いたときに、まあどういうなんか響きになるんだろうなっていう、ちょっと俯瞰的に自分のアドリブをねチェックしていくっていうのも、まあこれも大事なのかなと、まあ、いうところで、まあでもこういうフレーズも、まあ、使えるとなかなかあいつ分かってんなみたいな感じになるんじゃないですかね。知らんけどということでまあそんな感じでございました。はい。はい。お疲れ様でした。はい。いかがでしたでしょうか。この、まあ、リカード・ボサノバの中で、ハンク・モブレって今日やったフレーズめっちゃ吹いてるんですよ。例えばなんですけど、1分49秒くらいのところですね。ちょっと流しますね。で、もう一回いきますよ。なんか似てるでしょ？
で、違う、これ、また、やってるんですよ。これもね、2分3秒のとこですね。いきますよ。ね、もう一回。はい。っていう感じですね。なんかやったら、ハンク・モブレーはこの曲で、コンディミのスケールをめっちゃ使ってるんですよね。なんでなんでしょうね。まあでもめっちゃかっこいいですね。こう、ハマってて。もうなんかほんで、もうこの曲とか、なんて言うんですかね。トランペット、リー・モーガンなんですけど、リー・モーガンってめっちゃ売れっ子じゃないですか。売れっ子っていうか、なんか、どこにでも入ってるじゃないですか。なんか、多分売れっ子やったんでしょうね。なんか、ジャズの CD 聞いてて、あ、このトランペットなんか聞いたことあるなと思ったら、だいたいリー・モーガンやったりするんですけど、なんか、リー・モーガンってそれくらいめっちゃ、なんか、売れっ子っていうかめっちゃ、まあ、売れっ子っていうか、売れっ子っていうことは結局めっちゃかっこいいプレイヤーっていうことなんですけど、でも、なんかこの曲に関して言えば、リー・モーガンも素敵なんやけど、ちょっとハンク・モブレーが強烈すぎて、だからリー・モーガンがちょっと霞んでしまいませんか？だからそれすごい思っているんですけど、いや、これ決してリー・モーガンが全然良くないって言ってることじゃないんですよ。でも、なんかハンク・モブレーがもうゴリゴリにもう言ってる感じが、もうすごい、むっちゃかっこいいなってすごい思うんですけど、キャッチーといえばキャッチーですね。でもね、この曲。キャッチーっていうか、キャッチーじゃないですか？キャッチーじゃないですかね？そんなことないですかね？なんか、そう思うんですけど。まあちょっと聞いてない、まだ聞いたことないっていう人も、これはね、ちょっとね、聞いた方がいいんじゃないかなって。別になんか、私の、ジャズのアルバム、聞くべきアルバム、何千みたいなことはあんま言うつもりないですけど、でも、あげるとするんであれば、このアルバムは、まあちょっと入れるかな、みたいな。まあ、そんな風に思うんですけども、ぜひよかったら、ね、聞いてみていただければな、ということですね。なんか、こう、巷でね、っていうか、なんて言ったらいいんやろうな。結構本で売ってたりするじゃないですか。このフレーズ、なんかフレーズ集、これちょっとやっといたら、馬なる、みたいな。あるんですけど、私まあ、それ別にいいと思うんですけど、なんか、わかんないですけど、リアリティなくないですか？なんか、なんていうかな。こういうバーってフレーズあっても、これって結局、ジャズのアルバムで、このフレーズ吹いてるかなみたいな、なんか思いませんか？なんか、バーってフレーズ、それなりのなんか雰囲気のあるフレーズがちょっとあったりするんですけど、でも、アルバムでなんか CD の、ジャズの CD で聞いたことないな、フレーズってなったら、なんか、そのフレーズを練習しても入ってこうへんっていうか、だからね、なんか、それって結局多分、イメージが湧かないっていうか、まあ、つまりそのリアリティがないと思うんですけど、だからこそ私はそういうのをなんか買って練習するんじゃなくて、なんか音源を聞いて、で、こうイメージ、まあイメージも何も音源あるわけですから、まあ聞けるじゃないですか。それイメージしながら、なんか練習するのが、こう、近道なんじゃないと合理的やと思うんですよね。これ結構なんか、なんていうんですか、結構、なんか合理的やと思いませんか？なんか、なんていうんですか、なんていうかな、なんかそんな感じでね、まあちょっと、とっておきのね、一枚だったり、ね、なんかとっておきのこの、曲とかね、なんかそのプレイヤーとかね、そういうのをね、もうちょっと、なんか、もう、秒数で言ったら2、3秒くらいのもんでもいいんですけど、ちょっと自分で聞いて、真似てみるっていうのをね、一回ちょっと、試してみてほしいですね。はい。ということで、今日はこれで終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。ブボーイ。